はい、こんにちは。革靴の健です。今日はこのキッシュのナンバーワンの靴、ネイビーのミュージアムカーフで作ってるパンチとキャップ等の靴を完成させていきます。前回の動画ではこんな感じで、このウエスト部分をネイビーに、その前後をナチュラルに染めてソールの仕上げができました。今回はアッパーの磨きとその他完成のもろもろやっていって、最後にこだわりを話したいと思います。まずはこの釣り込みの時に使ったこのライニングの耳をカットします。中底にはこんな感じでかかとから打ち込んだ木釘とタックス釘が飛び出してます。これカットします。じゃあ次はね、磨いていきます。で今回シューツリーを作りました。この靴専用のシューツリーです。この3分割のシューツリーを入れて靴磨きをしていきます。まずは全体をさっと汚れ落としをしていきます。軽くですね。破り蓋足のザクリームを塗り込んでいきます。全体にたっぷり塗っていきます。この靴制作中にラナパーを少し塗り込みながら作ってます。釣り込んだ後ってね、木型に皮が沿うのに少し時間かかるんですけど、その間に少しラナパーのオイル分を入れて少しね、木型にこう馴染みやすくしてます。でこの最後の磨きでは乳化性のクリームですね、このブリフト足のクリームを塗り込んで光沢を出していきます。ブラッシングしていきます。次はですね、このネイビーの靴クリームです。これをこう皮の断面ちょっと色薄くなってますよね。この部分とこの出し縫いのところ、出し縫い少しね青が強いんですよ。なのでこの辺の色を少し落ち着かせるためにこのネイビーのクリーム塗っていきます。このミュージアムカーブのムラ感を消さないように、この塗りたいところだけをピンポイントで塗っていきます。ブラッシングしてなじませていきます。次はワックスで塗っていきます。練り生地にワックスを取って表面磨きをしていきます。かかとも磨いていきます。小刃も磨いてピカピカにします。練り生地に水をつけて全体を磨いていきます。
次はこの靴の中ですね。この中底のところにこのインソックの革を貼り付けます。このライニングに使った革と同じデュプリのライニングにキッシュザワークの焼き印を押してあります。はい、中敷きが貼れました。中敷きにキッシュザワーク、このサイドのところのライニングには番号とこの靴の特徴書いてありますね。靴紐はこんな感じのネイビーの平紐です。これを入れます。はい、ということで靴が完成しました。いやー、ネイビーもいいですね。このミュージアムカーフの村感もあったり、すごく透明感があります。いいですね。じゃあちょっと最後にね、この靴のこだわりポイント、デザインを解説していきます。はい、こんな感じで完成しました。デザインはパンチドキャップトーですね。パンチドトーキャップとも言ったりします。一般的なストレートチップのデザインですね。ここがこう内羽のラインがこうあって、ここにまっすぐにこうキャップパーツがくっついています。で、パンチドキャップトーということなので、このキャップトーのパーツがこうパンチングがされて、穴飾りがついてますね。それ以外は本当にシンプルで飾りはなく、全体的につるっとしてますね。今回はこのアッパーの革にイルチア社のラディカという革を使いました。ジョン・ロブとかね、アンソニー・クレバリーとかがよく使ってるんですけど、ミュージアムカーフとも言ったりします。これ全体にムラがあるような革です。ネイビーは結構ね、こう色が落ち着いてるので、このムラ感っていうのは分かりにくいんですけど、藍色が濃い部分と薄い部分っていうのがこうランダムにあります。そのイルチアではこのミュージアムカーフの染めは手で行ってるそうですね。多分ね、こうパッと見ではそのムラ感っていうのはそんなに分かんないと思うんですけど、こう透明感を感じさせるのはそのムラ感が結構主な要因になってるかもしれないですね。じゃあディティールを見ていきます。かなりシンプルでこう一般的なデザインなので、そんなにねこう木をてらったことはやってないんですが、まずここですね。親穴小穴の連続でパンチドキャップトーンになってます。この出し縫いアウトソールステッチの間隔は10番です。約 2.5mm ピッチの間隔で手縫いをしています。で、ここですね。このウエストの切り替わり部分、ここでこうギザギザが見えなくなっていくんですが、この部分はベベルドウエストになってますね。出し縫いをソールで隠して、アッパーとこのソールが密着して、かなりエレガントな見た目になってます。それと同時にウエストの部分かなり細くできるので、こうソール面から見た時のエレガントさもあります。こううっすらとネイビーなのがわかると思います。このアッパーと同じような色でネイビーに染めました。で、同じくこのかかとだったりソールのコバ、これもかなり黒っぽいんですけど、ここも全部ネイビーです。ソールは半カラス仕上げです。この部分がネイビー、前後がナチュラルという感じで色分けをしてあります。かかとは継ぎ目のないシームレスヒールですね。この部分ちょうどアッパーの色が薄い場所でして、宇宙みたいな感じになってますね。この辺やっぱりこれはね、シームレスヒールで継ぎ目がないからこそ出る雰囲気ですよね。木型なんですけど、かなり全体的に抑揚のある木型です。前から見るとこんな感じですね。この辺りかなり薄いんですけど、こうでグーグッとせり上がっているのがわかると思います。土まず部分なんかも結構えぐり込んであるので、この辺の立体感なんかもかなりあります。でですね、このつま先ですね。これは僕が前から言ってるおまんじゅう等と言ってます。おまんじゅうみたいなつま先です。色がネイビーなので、おまんじゅうではないんですけど、これがね茶色かったりすると完全に温泉まんじゅうなんですよね。で、このねおまんじゅう等というのはですね、こうラウンドと丸いつま先なんですけど、それにこう結構ねボリューム感を出してます。この縦のボリューム感ですね。こうシャープな印象もありつつも可愛らしさもあるみたいな、結構表情豊かなつま先の形状です。これは磨いてたりとか、あとは履いてこうふと下を見た時、このつま先の形状はねついつい見ちゃうようなこう癖のある形になってます。シューツリーは3分割のシューツリーですね。
でこれはこのアッパーに合わせて青い帯紐です。それと真鍮の金具とベースにはひし形のプレートをくっつけてます。はい、ということでナンバーワンの靴が作り終わりました。この靴はキッシュの靴として一般販売をする第1号となります。販売は一応11月ぐらいかなを予定してます。以前販売方法とか制作についてライブをしたんですが、そこで話した内容を大まかにブログにまとめてありますので、どんな感じで販売していくのかっていうところをぜひ読んでみてください。でですね、この靴、これまでの制作工程、アッパー制作から釣り込んでっていうところを動画に記録してありますので、概要欄にリンク貼ってあります。この靴がどんな風に作られたかっていうところもぜひ見てみてください。この靴を販売できるのが楽しみです。まだまだナンバー3、4、5、6まで作る予定なので、引き続き靴作りを頑張ってやっていきたいと思います。ということで本日の川勝の件でした。ではまた。